んにちは、池田真子です。今回は冷蔵庫の中身を紹介していきます。収納で意識しているポイントやおすすめアイテムも紹介するので、いいなと思う部分があればぜひ取り入れてみてください。ではまず、メインの冷蔵室、こちらです。こんな感じで冷蔵庫は中身の入れ替わりが激しい場所でもあるので、あんまり仕切りすぎずざっくりと収納しています。では上から紹介すると、こちらはケースなんですけど、葉物野菜っていうのはいつもここに入れて保存してるんですけど、結構収納するにはケース自体がかさばるので、もう使わない間もここを定位置として収納しています。で、この2段目と3段目は買ってきた野菜を置いたりとか、あと作り置きとかを置いたりするスペースにしています。で、ここが一番入れ替わりが激しい場所でもあるので、あんまり細かいケースは使わずにしています。で、一部だけトレイを使っていて、ここに買ってきた野菜を入れるようにしています。で、買ってきた野菜とかもすぐにカットして保存したりするので、このままキッチンに持っていけるようにまとめています。で、こういう保存容器は同じシリーズのもので統一するとすっきりとしやすいです。野菜とか作り置きしたものをいざ食べようって思ったら傷んでしまってたっていうことってありませんか？私は一人暮らしなので、多めに野菜をもうすでに切っておいたりとか作り置きすることもあるんですけど、いざ使おうって思った時にもう野菜の水分が抜けてたりとか傷んでしまうっていうことも結構あったりするんですよね。で、そんな時にこの爆炎の真空保存容器を知って最近使い始めたんですけど、こちらを使ってからもう食材が長持ちするようになりました。で、実際にレタスとお菓子を使って比較してみたのがこちらです。では同じ日に保存した後レタスをチェックしてみます。こちらが5日前に保存したレタスです。で、ちょっと実際見た感じ、ちょっと見た目ではちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、こういう風に触ると、この爆炎の真空保存容器で保存した方が、ちょっと新鮮な感じというか、張りがある気がします。この刃を触った時の感覚がちょっと違う気がします。こんな感じでちょっと手でちぎってみたりとかしても、全然まだパリッとしていますね。続いてこちらも5日前に保存したお菓子です。では普通の容器に保存していた方から割ってみます。結構湿気てる感じがしますね。続いて爆炎で、音が全然違う。めっちゃ軽いしサクッとしてますね。ほら、それがこちらだと、これわかるかな？ちょっとマイクに近づけてやったらわかるかなと思うんですけど、こちらが普通の容器です。これが爆炎です。全然違いますよ。次、普通の容器の方を食べてみます。すごい湿気てる。で、爆炎の方を食べてみます。サックサク。普通の方は噛んでいくと湿気ている分、最後口の中に塊が残るような感じになるんですけど、でも爆炎の方は全然サクサクしていて、口に残らずにスーッと溶けていきます。お菓子はもうすごい違いがより分かりやすいですね。で、せっかくなので使い方を紹介すると、こんな感じで容器に食材を入れたら、まず蓋を閉めます。で、真ん中のエアバルブを押すと密閉状態になります。で、さらにもっと長持ちさせたいときは、このコードレスの真空ポンプをセットしてボタンを押します。スイッチオン。そうすると中の空気を吸って真空密閉をしてくれます。今みたいにもう自動で停止してくれるのですごく楽です。これだけで食材の味と鮮度が長持ちします。で、蓋を開けるときはさっきの逆でエアバルブを上げてから蓋を開けてください。今みたいにプシュッとなってしっかり空気が抜けていたのがわかります。で、しかも嬉しいのがこちらガラスよりも軽いのですごく扱いやすいし、電子レンジも対応しています。この蓋をしてもバルブを開けた状態であれば2分まで温めが可能です。ただ油分を含む食材が入っている場合は温度が急上昇する可能性があるので、そちらだけ気をつけてください。で、こちらは冷蔵や冷凍保存も対応しているので、すぐ食べるかなと思って切っておいた野菜もやっぱりすぐに食べきれなさそうってなった時は、もう容器を移すことなくそのまま冷凍保存できるので、すごく助かっています。
はい、あとはこんな感じで液体系を入れても漏れないので、スープ系を保存する時にも助かっています。今度はちょっと真空状態っていうのが分かりやすいようにマシュマロを入れてみます。はい、では蓋を閉めて真空していきます。スイッチオン。はい、こんな感じで真空できました。中の空気が抜けてマシュマロが膨らんだのがわかると思います。はい、次蓋を開けてみます。空気が入ってマシュマロが元に戻りました。はい、そして常にストックしているような決まりで買う食材はケースも活用しながら定位置を決めています。こちらから豆腐、卵、バナナです。卵はもう常にストックしているので切らさないように、今こっちが中乗りそうなんですけど、また新しいストック置きとして交互に使っています。で、下の段にはお味噌やお肉、あとヨーグルトを入れています。はい、ドアポケットはもう全部100均グッズを活用しながら収納しています。でこういう調味料とかは全部100均グッズで仕切ったりとかをしているので、こういう風に立ち入れしたりしても中が乱れないです。上も同じように動かないように仕切っています。こういうポケットを活用したりとかで、一番上はこんな感じで袋に米粉を保存しています。で、私よくパウンドケーキを作るんですけど、その1回で使う分量をもう事前に測っているので、お菓子作りする時はもうこのまま取れば簡単にパウンドケーキが作れるので、なのでよく使うものとかもう毎回測るのが手間っていう時は事前にもうまとめて測っちゃえば日々がすごく楽になるのでおすすめです。で、同じ時に使うベーキングパウダーも隣に置いています。はい、次冷凍室を紹介します。こちらです。こちらもざっくりと収納しています。で、食材はもう冷凍保存することが多いので、こういう風なシリコン袋とかに入れたりとか、あとはポリ袋も活用しながらこんな感じでざっくりと収納しています。で、ここはもうお鍋セットみたいな感じでいろんな食材を混ぜたものを入れてるんですけど、他はここがキノコ類を入れてたりとか、あとはこう単体の野菜とかはこういう感じで入れてるので、なんかもうビュッフェスタイルみたいな感じで、ここから好きな食材を容器に入れて全部レンジでチンしたりとかお鍋に入れたりっていう感じで使っています。こっちはまあ全部冷凍食品ですね。はい、この上はお肉やご飯類をメインに収納しています。で、こちらが鶏肉、豚肉です。豚肉だけ分かりやすいようにケースに入れていて、これも中は細かく袋で分けてるので一個一個取り出して使えます。で、ここが冷凍おにぎりとか、あとおやつに食べる干し芋一個一個ラップでまとめてたりとか、あとさっき言ってたパウンドケーキもまとめて作って冷凍保存してます。で、ここに使っているのも爆炎の保存容器です。この中は刻んだ生姜を入れています。これは結構鶏肉とか豚肉を使う時に一緒に使うので、このように保存しています。で、爆炎は二重シリコン石鹸になっているので、匂いをしっかりと遮断してくれたり、あとこのシリコンの部分とかは特殊な処理によって細菌の発生も抑制されて衛生的に使えます。で、熱いお湯を入れても問題ないし、食洗機も対応するし、本当にガラス容器と同じような感覚で使えるのが便利です。で、冷凍庫はもうすごいざっくりと収納しているので、パッと見ごちゃっと見えるかもしれないんですけど、一番物が増えやすい場所でもあるので、極力かさばらないようなチャック袋で収納していたりとか、あとはもうそれぞれラベリングしなくてもパッと一目で分かるように立てて収納したり、透明のこういう袋を活用して収納するようにしています。なので、いざ食材を使うっていう時に迷わないですね。こういうざっくりしたケースも100均のものを活用しています。はい、続いてこちらが野菜室です。で、買ってきた野菜はもうすぐに冷蔵か冷凍保存することが多いので、玉ねぎだけここに置いていて、他はもう飲み物とかお米類の保存スペースになっています。私ご飯を混ぜて食べるのが好きなので、ここにライスベリー、白米、タイのもち米、あと雑穀米とかもあって、このいろいろをブレンドしながら食べています。で、ここがよく使うスペースで、この上の段はストックを置いています。で、こういう袋で保存するのも結構こう中がぐちゃぐちゃっとなりやすいので、冷凍庫でも使ってたこういう容器を入れています。以上が我が家の冷蔵庫の中身です。
はい、ということで冷蔵庫収納のポイントをまとめると、まずは定番のものは定位置を決める。そして入れ替わりが激しいものはケースで細かく仕切りすぎずにざっくりカテゴリーごとに分けておく。で、最後は一目で把握できるような収納にする。これらのポイントを押さえるだけですごく使いやすい冷蔵庫になるので、ぜひ取り入れてみてください。はい、ということで今回は我が家の冷蔵庫の中身を紹介しました。で、さっき紹介したこちらの爆炎のプレミアム真空保存容器は冷蔵庫の収納に限らずパントリーでも食材を保存するのに役立ちます。で、私はこちらの全自動シーラー機がついた9点セットを使っているんですけど、他にもそれぞれ単体で買えたりとかサイズ違いも販売されていたりするので、詳しくは概要欄の URL からご覧ください。こちらを使ってからもう本当に食材が長持ちするようになって、今までみたいにすぐダメにしちゃうっていうことがなくなったので、もう同じように今まで悩んでたっていう方はもうぜひ試してみてほしいです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。